原作再現を追い求めて、サザビーのプラモデル進化の歴史。MSN04 サザビーは、映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアでシャア・アズナブルが登場するモビルスーツです。シャアは数々のモビルスーツを乗りこなしてきたパイロットではありますが、ガンダム誕生40周年記念の NHK ガンダム大投票の結果では6位の100式に次ぎ8位を獲得するという大人気モビルスーツの一機です。今回はそんなサザビーに関して今まで発売されたプラモデルをご紹介します。サザビー出ます。サザビー発進。144分の1サザビー。発売日1988年2月。劇場公開は同1988年3月12日映画公開直前に発売されたプラモデルです。この当時のプラモデルは現在のようにパーツの色分けが細かくはなかったり、プロポーションがいまいちだったりしました。特に腕の可動や成型色、顔の造形が特に気になってしまうようでした。しかし丁寧に組み立てて塗装までしっかりすれば結構かっこよくすることができるので、本格的にプラモデル制作をされる方なら達成感を味わえるかもしれません。そしてこのプラモデルは何といってもパッケージのデザインが魅力的で、このパッケージのために購入する方もいると言われるほど、このイラストは評価が高いものとなっています。なかなかやる。その後よりサザビーの完成度を高めるために設計し直して作られたのがこちら、マスターグレード100分の1サザビー。発売日2000年7月。サザビー初の100分の1にしてマスターグレードモデルです。ニューガンダムは映画公開後同年10月にフルアクションモデルとして100分の1が発売されていましたが、サザビーは発売されず、劇中のようなニューガンダムとの対決シーンを飾ることができませんでした。そんな中、ついにマスターグレードシリーズでアムロとの戦いというシャアの悲願が叶ったのです。意外に遅かったな。サザビー自体設定ではかなり大きく、このプラモデルの完成品は 23cm と圧倒的な大きさです。しかしこの当時はガンプラもバリエーションは少なく、マスターグレードモデルも数えられるほどしか発売されていませんでした。サザビー発売の1ヶ月前にマスターグレードガンダムバージョン 1.5 が発売されていますが、こちらはお値段約3000円、サザビーが約8000円という価格帯。パーツの大きさとボリューム感、そしてアニメの中でシャアが最後に乗った機体というブランドでの高額なプラモデルになっているところがあります。なお当時のホビージャパンでのコメントによると、立体物の材料費はとてもかかるそうで、計算すると縦×横×高さイコール密度。この方程式で材料費を計算する必要があるので、モビルスーツ最大のボリュームを誇るサザビーは通常モビルスーツとは異なり3乗倍かかってしまうとのこと。こんなところでも3倍ならぬ3乗倍の理論が来ていたようです。さすがシャアのモビルスーツ。しかしこれはナンセンスだ。販売価格をどうにか抑えるためにいろいろなポイントを妥協しなければいけなかった背景があり、完成品の評価は賛否両論となっていたようです。発売当時のネット上のレビューではこのような意見がありました。値段が高すぎる。足首の装甲を外さないと足首が左右に広がらない。構造上まともに武器をマニピュレーターで持たせることができない。武器やファンネルの固定力が緩い。ビームショットライフルが小さすぎる。当時の技術力からすると仕方ない点ではあります。しかしこれらの不満な点があったものの、当時は今以上にそこから自分で改造してよりかっこよく知ってみようというユーザーの考えも強く、改造パーツを自作する方はとても多かった時代です。そんなモデラー魂に火をつけるいいプラモデルだったようで、初心者向けとは言い難いですが、改善してよりかっこよくする楽しみがあります。そのためかネットレビューでは厳しい評価を下しているところも見受けられる反面、マスターグレードの新機軸を作り上げた作品として高い評価も受けており、総合的に見れば良いプラモデルと言えるでしょう。しかし当時は8000円でも高いと思われていたマスターグレードも2020年9月現在25,300円というサザビーの3倍以上の金額で発売されていることは時代の流れなのでしょうか。なんだ、何が起こっているんだ。そして次に発売されたのがこちら、 HGUC144 分の1サザビー。発売日2008年6月。以前の問題点を踏まえて
劇中のシーンを再現できるように設計し直して洗練されたフォルムに改良されました。関節固定強度を強化することでポージングの固定力を改善。課題の一つであったパーツの合わせ目の甘さをなくすようパーツ構成を改善。そして各部に新規構造を採用して全パーツ後はめが可能になったので修正も手軽に行えます。そしてサザビーのマッシブな印象を再現するために外装を肉厚に見せて細かなバーニやアポジモーターなどのメカディテールを精密に再現したプラモデルとなっています。購入された方からの評価も高い一品となりました。発売当時の Amazon でのレビューではこのような意見がありました。プレーンなサザビーは表現されているのでアニメ通りのデザインが好きならおすすめ。ボリュームはあるが太すぎずサザビー独自のメリハリが再現されている。意外にパーツ数が少ないので作りやすい。その他細かいラインやビームエフェクトパーツの充実さから大変申し分ないキット。一方で厳しい評価としては腕パーツの袖はアニメではバーニアがついているが省略されている。ファンネルがおまけパーツ扱いにされているといった意見が出ていました。細かなディテール面で気になる箇所もあると言われるものの HG で定価2940円という価格帯という点を考慮すれば十分な出来だと総合的には高い評価となりました。いい仕事をしてくれた。そして過去の課題を改善させるにはやはりマスターグレードを作り直してハイレベルのサザビーをガンプラファンたちに届けようという流れになり次に発売されたのがこちらマスターグレード100分の1サザビーバージョン過渡期。発売日2013年12月。マスターグレードニューガンダムバージョン過渡期の発売から1年後過渡期はじめ氏の手によって再設計されたサザビーが発売されました。リアルさとデザインを両立したプラモデルになっていてとても魅力的に仕上がっています。プロポーションの改善はもちろんのことシルバーフレームには金属を使用せずに新素材を使うことで素材の組み合わせで起きてしまう破損をクリアしています。さらに背面のファンネルコンテナはハッチの開閉アポジモーターのカバーも四方に展開できるのでより精密さを表現しています。またニューガンダム同様エモーションマニピュレーター SP が付属しており指の全関節を稼働させることで指の繊細な動きを実現させました。さらにただのリファインとするのではなくこのプラモデルの付加価値の一つとして初立体化の企画の際イメージボードで描かれ考えられていたお蔵入りのロングライフルが付属されることで映画内で見ることができなかったサザビーを見ることができるプラモデルとなりました。発売当時の Amazon でのレビューではこのような意見がありました。スタイル、作りがい、作りやすさなどガンプラのマスターグレードとして5本指に入る完成度。すごいパーツボリュームですがアンダーゲート処理済みのランナーやパーツ同士のギミックもよく考えてあり感動する。パーフェクトグレードレベルの精密感とギミックは強気の価格でも納得。良いキット。非常に多くの高評価が出る作品となりました。全身のサイコフレーム演出ギミックが賛否両論となったニューガンダムの存在もあってなおさらサザビーの正統派の進化が際立ったのかもしれません。そうか、私の勝ちだな。しかし好評の声がたくさん出たものの注意しなければいけないポイントもありました。それはパーツが繊細ということ。精巧な作りであるほどにその作品は壊れやすいものです。そのためガシガシと動かしてポージングを決めるには適していません。特に股関節は大きな体を支えていることもあってちょっと無理をさせると発火してしまい折れそうになってしまいます。そしてどんなところも動くのでポージングをつけるには慣れが必要なこととエモーションマニピュレータは自由な動きができるがゆえ壊れやすいというデメリットもあるため固定の手をつけてほしいという意見もありました。総合的に見れば飾り映え作り応えを求めている方々にはとてもおすすめのプラモデルです。そしてもっと手軽にアクション性も求めたいといった方のために作られたのがこちらリアルグレード144分の1サザビー。発売日2018年8月。アクション性を重視するために特に腕部、肩部、腰部関節を広範囲稼働にすることを追求したアドバンスモビルスーツジョイントを採用。これによりダイナミックなポージングを可能にしました。そしてパーツの干渉によって持ちづらかったビームショットライフルをより自然に持たせやすくするように手首の引き出しなどの腕部伸縮ギミックを搭載し
広範囲の可動と肩アーマーが跳ね上がるギミックで、大胆なライフルアクションポーズの再現をすることができるので、思い通りの姿を演出することができます。まさに駆動部にサイコフレームを用いた原作さながらのサザビーの動きが簡単に実現できるようになったのです。またデカールにもこだわりがあります。デカールに金属っぽさを表現するには塗装ではかなりのテクニックが必要になりますが、最初から金属の輝きが出ているデカールを用意することでメカニカルな質感を簡単に表現できて、よりサザビーの完成度を増すことができるようになりました。そして指パーツはライフル専用、サーベル専用と場合分けで各種ハンドパーツが用意されており、用途に応じて付け替えることができるので簡単にかっこいいポーズを取ることができます。リアルグレードだけあって細かなディテールにもこだわりを感じさせられます。発売当時の Amazon でのレビューではこのような意見がありました。保持力よし、可動よし、プロポーションよし、歴代のリアルグレードを圧倒的に上回る出来だと思います。フレームの耐久性もあり、ブラリやポロリは今のところありません。144分の1サイズ、限界までギミックを搭載した究極のリアルグレードモデル。完成後の動かしやすさとはトップクラス。よくもこれだけコテゴテした見た目をここまで動かせるようにしたなと思う。アクション性とディテールをとことんこだわった洗練されたプラモデルとして多くの方から評価されています。ニューガンダムのライバル機としてボリューム感と機能性とデザイン性の調和の取れた作品が年月を重ねて生み出されてきたサザビーは、まさしくシャアの集大成としての確かな完成度を見せつけていることが見受けられます。諸君らの働きを見せてもらい感動している。ちなみにニューガンダムとサザビーのプラモデル発売順は次のようになります。144分の1ニュー、144分の1サザビー、144分の1ニューフィンファンネル装備、100分の1ニューマスターグレードサザビー、マスターグレードニュー HG ニュー HG サザビー、マスターグレードニューマスターグレードサザビー、リアルグレードサザビー、リアルグレードニュー。はい、次はパーフェクトグレードニューガンダム&サザビーですね。私にも見える。これからも諸君らの力を私に貸していただきたい。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。